今回は築40年軽量鉄骨のお家の和室をリフォームします。最悪。工事の直前、施主様からの SOS。 畳を一部めくってみたら、シロアリにあちこち食べられているとのこと。工事直前にシロアリ被害が分かったことによって、工法やプランを変更する必要が出てきました。それにしても畳があったところだけを上手に食べていますね。住む人が気づかないわけです。なんかここ大引き折れてません？どうやら今回も一筋縄ではいかない予感がします。今回はこちらの2間を畳からフローリングへと改修します。押し入れの内部は残し、既製品のクローゼットドアを取り付け、2部屋を間仕切っていた襖は撤去し、大きな引き違い戸を入れる予定です。壁と天井はクロス仕上げにします。それほど難しくない内容に思えますが、実際はどうなのでしょうか。40しか切れないけど、これ変えたらよろしようか。左勝手。4メーターに対してさ、ここ1本とここの1本、中2本しか入ってないから。できれば天井は壊さずに 5.5 ミリのベニヤ板を上張りしたかったのですが、下地が少なすぎて強度的に難しそうです。軽量鉄骨のお家は家全体の骨組みはしっかりしていて強度もあります。主要の構造材はすべて鉄骨で、木の柱や梁などは存在しません。この在来工法との家の作りの違いに、私たちは大いに悩むことになります。これ残す予定だったんだけど、ちょっとシロアリ入ってるから壊しますかね。はい。もったいないね。今ではあまり見られないしっかりとした作り付けの棚です。手がけた職人さんの仕事ぶりが丁寧だったり、工夫などが見られるものを壊すのは気が引けます。今はあんま見ない。キッチンのキャビネットや家具なども昔のものの方が頑丈で、壊すときに複雑な気持ちになることが多々あります。これ大工さんが作った棚だね。作り方が大工さんと。施主様との協議の上、天井はすべて壊し、一から作り変えることにしました。引っかかったりしてね。
で共鳴する。撤去するとはいえ、このように板がバリバリに割れてしまうのをカズさんはとても嫌がります。大工なら上手にきれいに壊すべきと考えているみたいです。これしかない。この一本だけ。天井の化粧板が止められているのは壁側とこの真ん中にある下地1本だけです。周り子がボンドでべったりついていて、無理に剥がそうとすると壁がくっついてきてしまいます。そのため、細かく切り、ボンドの接着力を弱めてから少ない力で簡単に取り外せるようにしています。何なんだね。ね、天井作ったらしっかりスリーせんとかグラグラになっちゃう。っていうかこれ 5.5 でもないね。4ミリやな。壁のベニヤ板が思った以上に薄く、クロスの張り替えが心配になってきました。続いて、隣の部屋の天井を壊します。これから言いましょうか。今度はきれいに壊せるでしょうか。板を割ることなく、一枚一枚きれいに剥がしていきます。きれいに壊すことができれば、細かいゴミが出ません。廃材をトラックに積み込むのも楽です。次は番線でこうするしかないんですね。次はこの押し入れをどうするかです。でこっちがちょっと天井高が低くなってるのと、もうベニヤが4ミリぐらいだから、ここの中段とかも全部取っちゃって、奥行きが1メートルあるんで使えないんで、この枕棚も取らなあかんし、中段なんていらないでしょ、お布団入れないから。そしたらもうここの間の真ん中の壁だけ残そうかなと思ったんだけど、これも取らんと、これ在来工法との違いだね。残すことができない。造作をできるだけしないように考えて。軽量鉄骨のお家は部屋という独立した箱が頑丈な鉄骨の骨組みの中に収まっているイメージです。外側の鉄骨で家の強度を保っているため、内側の箱には強度は求められていません。それらの箱は外側の構造材にガチガチに接合されているわけではなく、軽く留めてある感じです。箱の中の一部を壊そうとすると、箱そのものも壊れかねないことと、箱の中には梁や柱などの軸となるものがないので、新たに何かを付け足していくことは難しい。ここまで解体してみて、私たちが持った印象です。600のフリーバンこうできて、枕棚1本で縦1だけ。もう壊しちゃった。壊そう。
最初にすべて壊す判断ができていれば迷うことはないのですが、なかなかそうもいきません。この時点では押し入れの枕棚や中段を残すのはやめ、間仕切りと天井の側だけを残そうと決めていました。解体スピードは回転工具の丸ノコが一番速いです。できるだけ丸ノコを使い、深い切り込みが必要な部分はレシプロ層を使います。回り子同様、こちらの下地も一気に壊すと壁がすべてくっついてきてしまうので、短く切って優しく壊します。工事前の調査で最初にシロアリが見つかった箇所です。え、白アリこれ全部シロアリじゃね？生きてるな。てか多くね？シロアリたちが一箇所に集まっていました。多すぎるか、ちょっと。いくらなんでも。うれ。途方に暮れてるのかな。行き場所なくなって。そうやろ。シロアリはゴキブリ目シロアリ科に属する昆虫です。英語で表現すると Order Blattodea Family Termicidae。ゴキブリと似た遺伝子情報を持っているため、ゴキブリと共通の祖先を持つことが、これ以上は気持ち悪いのでやめときます。当初は残そうと考えていた垂れ壁を撤去します。落ちるよ。はい。取っていいかな。建具枠の下地もシロアリに食べられています。
隣の部屋にも被害が及んでいないか心配になります。こんだけ釘一本出るんだ。このように内装下地が釘一本で留めてあります。強度はなくても良いからです。床柱を撤去するかどうか悩んでいます。こちらの床の間も当初は残す予定でした。こんなに広くしたくない。奥行きも狭めたいね。この天井も取ろっか。だからな、ここから壁圧が変わるわけだから、迷うな。もう全部やね。かわいそうやけど切るわ、床柱。お施主様もここまで家を壊されるとは思っていなかったと思います。ここも強引に引っ張ると壁がくっついてくるので慎重に外します。本物じゃないんだ。ツキ板タイプの化粧材でしたが、まるで無垢材のように見えました。これガス生きてるかね、これ。これね、話したってお客さん言ってるけどさ、実はつながっとったって言ってガス漏れ起こしても困るでね。じゃあちょっともう取りますわ、やっぱりもう綺麗に。結局、できれば残したいと思っていたところは全部壊すことになりました。在来工法のお家だったらここまで解体せずに済んだかもしれません。まあ、シロアリの被害状況にもよりますが。あ、壁がついてきちゃう。作ってあげて。そのまま隠しといて。上がる。こう、ポーンと。もうちょい、上がれ。もうちょい。はい、ありがとう。
壁の下地もシロアリにやられています。床下怖いね。床下見るのも嫌だ。床下は相当修理が必要になると予想できます。その上壁も直すとなると、まあこれならなんとか撮影できるんじゃないかな。ありがたいね。解体作業が終わりました。でも、ここまではほんのウォーミングアップ。本番はここからです。なんでこういうことしちゃうんだろうね。ダメだ。ああ、中身ないね。何この基礎。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。